人の命だから、そうですよね、それはできないわけ、でもそれを人工的に、作ったものっていうのがグレースアースクリニック院長野口でございます。グレースアースクリニック培養士鈴木です。よろしくお願いします。はい、お願いします。先生、前回 iPS のお話がありまして、今回第2章になるんですけども、iPS 細胞のことなんですけども、より詳しくちょっとまたご説明をしていただきたいなと思いまして、よろしくお願いします。まずね iPS 細胞の前に、我々一つの受精卵からスタートするわけですよ。この受精卵って神経をこれはね1個の幹細胞なんです。でこれがね神経を作る、血管を作る、臓器を作る、筋肉を作る、いろんなものを作るよね。すごいですよね。万能細胞っていう言葉はね、もうあれだけども、万能的に何にでも分化することができるわけよ。それを我々ね人類は作りたかったわけですよ。例えば心臓悪かったらね、もしそれ万能細胞ができてそれパイどうぞって植え込んじゃったら心筋になってくれると、とってもいいじゃない。どういう方法は別よ、ポッと入れるというのは例え話だから。でそういう万能細胞を作りたかったわけですよ。でそれが、成功したっていうのが iPS 細胞。成功したんですね。でこれはゲノム編集をすることで、万能的にいろんなものに分化する、心筋にただほっといたらできるっていうわけじゃないわけよ。それに即したやり方で、そうすると全部心筋になっていってくれたり、今度は例えば普通の平滑筋筋肉を作りたいということであればね、筋肉を作って活かせるやり方があったり、そういうことが可能になったわけです。すごいですね。だったら受精卵使ったらよかったじゃない。受精卵と同じものが作れたって僕言ったでしょ、でもそれ倫理的にね、受精卵使うってそれは人の命だから、そうですよね、それはできないわけ、でもそれを人工的に、作ったものっていうのが iPS 細胞。これはじゃあもう厚生省から、これがだからすごく効果があるということが承認されたんですね。国からたくさんね補助金だから国と協力して、それを発展させていこうということがもう国としても認められたわけですよ。でこれは万能細胞としての認められた。でこれ言うならばね、幹細胞も同じようにいろんなものに分化できるわけですよ。ですからその分化させていろんなものを作り上げるということに幹細胞が関与している、また幹細胞はとっても重要な役割をしているということなんですよ。iPS 細胞はより心筋、より何か骨とかね、神経とかそういうものに分化させることができるということと、幹細胞そのもの、iPS 細胞じゃなくて幹細胞そのものもいろんなもの、神経であったり血管であったりそういうものに分化できるっていう、非常に同じようなと。ただ違うのは iPS 細胞は特化的にそれをできるってこと、ストレートにね。でそこが一番違う点。iPS 細胞が認められたことによってね、その使い方は違うんだよね。特化したものに iPS 細胞を分化させて、それを例えば心筋の代わりにするとかね、それで皮膚を作るとか、そういう使い方が iPS 細胞はねできるようになった。一方幹細胞っていうのは冬眠現象とかこの間ちょっとお話しさせていただいたんだけど、自分でね投与したらやっぱり幹部を探して修復してくれる、そういうその修復の時にやはり分化能が役立って、例えば神経であったり血管であったり臓器であったり、そういうところで分化して、修復していくということがこの幹細胞治療の特徴なんですよ。ですから iPS 細胞と幹細胞っていうのは同じ幹細胞なんだけれども、今使い方が違いますよね。より特化したものを作るための iPS 細胞であったり、より特化したものという形で使っていることであったり、幹細胞においてはその修復するために、いろんなところを自分で見つけて治療してもらえるという、そこは違いますね。
ありがとうございます。はい。iPS 細胞、はい、で今ねとっても進んできていろんなものに特化させることによって、はい、心臓の筋肉であったり、皮膚であったりね、そういったものが特化的に作れるというところで今動いてね、はい、おりますけれども、一方幹細胞はね何回もねお話ししてるんだけれども、どんどん減っていくわけですよ。で修復能力がやっぱり落ちていっちゃう。で我々の、ね、細胞というのはどんどん新しくなっていきますので、その修復能力というのはどうしても落ちていっちゃう。これが老化の一つ。老化いくつか言ったでしょ。その一つはやっぱりそれなんですよ。でその幹細胞を足してあげる、今度は幹細胞 iPS じゃなくて幹細胞の治療としてはね、それを増やしてあげることでそれを補ってあげる、はい、ということで、いろんなところの修復、これを目指した治療なんですよ。なるほどですね。じゃあ、今日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご質問等ございましたら URL の方にお問い合わせください。お問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。